さて、80年代の強制スクロールシューティングを模した新たなアクション RPG が登場とのことで、このゲームは買いなのか、今回は Don't Die コレクトルートの紹介を行います。こちらディアブロライクを強制縦スクロールにしたような作品です。とにかくひたすら敵を倒し、装備をジャラジャラ集め、キャラクターを育成します。武器や防具には定番のレアリティやランダム性能がついており、自分のクラスに沿ったものを集め、独自の最強キャラを作ることが一つの目的です。職業は冒険者、テイマー、魔法使いの3つで、テイマーはユニークです。敵を倒すとランダムで一定時間仲間にできるネクロマンサー系です。また魔法使いはウンディーネを召喚し、自分のマナと共有して弾を撃つという独自のメカニクスもあります。キャラを変えると異なるシューティングゲーとしても遊べます。特徴は何よりも強制縦スクロールという点です。シューティングゲームにディアブロ系戦利品を採用した作品はありますが、今作はスクロール RPG ものという点で差別化が行われています。スクロール RPG で有名どころは、その昔スクエアがキングスナイトという作品を出していました。ファイナルファンタジーよりも前です。当時はその手の画面スクロールプラスキャラクター操作で背景に押しつぶされるのを避けながら進む系のゲームは多彩にありました。ただ RPG 的要素を含むというとなかなかなく、私はまずキングスナイトが頭に浮かびました。レベルの概念があったり、道中正しいアイテムを取らないと絶対に壁に押しつぶされゲームオーバーになってしまう鬼畜さもありました。子供の私にはクリアできませんでした。そんなキングスナイトみたいに背景に押しつぶされないように進む要素が今作Don't Dieコレクトルートには込められています。敵にも衝突判定があり、火力が足りないと敵と背景に挟まれて、そこでゲームオーバーです。拠点に戻されてしまいます。そしてこの制約がゲーム性を高めています。まずステージを開始する際、マップモディファイアを調整できます。ゲームの難しさを上げて代わりにドロップ品が良くなるというシステムです。そこに強制縦スクロール速度を上げるという項目があります。これがとてもユニークです。大抵は敵を強くしたり、プレイヤーの受けるダメージを上げるみたいな設定が定番です。ところがこのゲームは障害物を避ける要素に加え、ステージスクロール速度が速いほど火力が求められます。それと火力が余剰の場合、敵を一発で倒してしまい、画面スクロール待ち時間が発生します。よって強制縦スクロール速度を上げる設定は快適性を上げる、あるいはより挑戦的な難易度にしてくれるという、とても理にかなったシステムです。また肝心の面白さとゲームバランスはどうなのかですが、絶妙だと感じました。ただ敵を倒すだけではなく、狙って撃ちながら敵の弾を避けるという要素も含まれるため、火力が適切ならば一体の敵を倒した時の爽快感は高めです。一方、強制スクロールのため進むにつれ絶対にどこかで火力が足りなくなります。敵がどんどん強くなるためです。その場合は素直にさっと倒されてキャラ強化し、再び初めから装備集めとキャラ育成の旅に出ると良いです。加えてこのゲームはローグライト要素も含みます。キャラレベルは毎回1からです。道中ランダム能力を得ながら先に進む系です。いわゆる最近トレンドの装備集めができるローグライトです。装備以外に蓄積できるものはスキル経験値ポイント、その他素材やお金です。ディアブロライクなスキルツリーもあり、貯めたポイントで独自の構成を作れます。道中得られるランダム能力はそのツリーのスキルを暫定的に強化する系が登場します。よって毎回異なる構成で楽しめるし、蓄積できる部分も多く、アクション RPG 好きの人にも見事刺さる内容です。あとは装備品は相当ジャラジャラドロップします。道中は弾幕や背景を避けつつ敵を攻撃するため、なかなか戦利品が落ちたかどうか見る余裕はありませんが、1回のゲーム終了後、たっぷり入手していることがわかります。今のところその終了時に不要なアイテムを一括で売れますが、拠点で売る方法がわかりませんでした。拠点もプレイするにつれ要素がアンロックされるため、お店もそのうち登場するのかもしれません。そして装備が大量に入手できるため、スタ使用量も膨大です。999ページまであります。また装備にはレアリティのほかアイテムレベルがあり、付与されるランダム能力自体にもレアリティのティア分けがなされています。コモン装備に関してはティア10のランダム能力が絶対に一つついています。コモンに出番が出るような調整にしているのかもしれません。ルートフィルターもあり、細かい設定が可能で、コモンでも性能の良い装備や回収するみたいにできそうです。
またクラフトもあり、お金や素材で装備についている性能の書き換えや付け加えなど可能です。その他定番のギャンブルもあります。ディアブロ2と同じくユニーク装備が出るチャンスがあります。お金が余ったら全力ギャンブルできます。総じてディアブロライクの基本を抑え、そこに強制縦スクロール RPG 要素を加え、なおかつ見た目は昔のドット絵とサウンドであり、懐かしいのに新しい新感覚ハクスラゲーを体験してみたい方にはおすすめの作品です。現状はデモ版であり、まだ UI の不備を感じられる部分もあるかもしれません。そこら辺はフィードバックを出すことで、より良い製品になっていくことでしょう。気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。リリース日はまだ未定で、Steam で体験版が配布中です。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ドントダイコレクトルート。まずはキャラクター選択。アドベンチャラー、ビーストマスター、そしてアルカニスト。じゃあビーストマスターにしてみようかな。獣を使うんですかね。チュートリアル。しかし英語である。チュートリアルなのこれ。なんかストーリー的には見えるけど。とりあえず倒れずにアイテムを集めろと。始めてみよう。よし。ワッチアウト。お。右ジョイスティックで向きを変えられる。なんかこれらを見ろって言われてるけど。まだチュートリアルでいいのかな。まずい。ちょっと待って。この感じ。昔のなんか、キングスナイト的な。で、ちょっと早い、ちょっと恐れすぎるのが。RB で近接かな。これ近接で、敵もどんどん下に降りていきますね。で、LT でなんだ使ってみたけど、不明。さらに RT。いや、どうなってんだあれこれ、敵が仲間になってる。なんかそんな感じだね。ディフィーストモンスターズレベルアップ。と、倒せばレベルが上がる。上がった。これはローグライトかな。暫定能力でしょうね。毎回。一番左はダメージボーナス。ファイナルダメージが上がる。ファイナルダメージとは一体何なんだ。真ん中はテイムモンスターのダメージが上がる。これ良さそうだね。一番右はゴールドが上がる。じゃあ真ん中。LT は、もう一回押してみようかな。なんか出てきましたね。コウモリみたいのが。体の周りもあるのかな。とりあえず、ここは何かな。お店かな。画面右上の今、ネクストイベント。そこに到達したのかな。能力がもらえるの。どれも性能高そうだね。一番左はテイムに関する何か。ちょっと見えないな。ピンクの文字と黄色の背景で。仲間にするエリアが拡大されんのかな。真ん中は出血っぽいね。一番右はレイジングバッツ。投射物が増える。じゃあ一番左。これにしてみた。とりあえずどんどん進みましょうか。LB が回復かな。で、私の情報は画面左下、ライフ13ってあるね。で、近接が意外と、でかいんだけど。倒したら、多分中になりましたね。中になった。スキルポイントプラス1。そして何かイベントに到達している。あとは画面左上に、経験値に、ネクストスキルポイント。レベルとスキルポイントの違いわかんないな。スキルポイントは何に使えるんだ。映像アップグレードかな。右下は現在前に取った暫定能力でしょうね。かける3のサレ神戸。それは時間で消えるモンスターかな。残り2いるっぽいんだけど。今いませんね。画面内には。to me quickly。ここでギアが装備できる。ベーシックソード。これはレアリティに応じてソードができる。スロットっていうのはスロット数かな。レアリティ。これは装備できる装備かな。レベル。現状もうソードされてんのかな。あとモディファイアソードっていうのもありますね。ミニオンがいいのかな。で、アイテムはどうやら相当持ってるっぽいよ。これ見る感じ。ページがね、999まである。ちょっと装備してみようか。これは、コッパーメール、鎧。こっち側がレアリティ高いね。アイアンメール、ボディアーマー、物理耐性、マキシマム、これは、ついてる能力にも、レアリティがありますね。マキシマムライフ、ティア1になってる。プレフィックスとあとサフィックス。それぞれ3つずつついてますね。レアリティはこれ何なんだ。この黄色は。レア度がわかんない。レア度。これはコモンっぽいよね。白いから。でも、ティア10の能力がついてんだよね。どっちにも。コモン装備なのに性能が高いのか、これ。あと、アイテムレベルもある、これ。コッパーメールレベル1かな。こっちは、コッパーグローブレベル2ですね。ポイズンダメージ。これどっちだ。たまにゲームによってね、ティア1が最大の場合があるんだよね。ティア10は低い可能性もあるな。まだどっちかわかんない。ライトクリックで星がつくけど、これはフェイバリットかな。装備はクリック。オルトでディテールが見れますよ、よく見ると。オルト。ティアとブレ幅は別だ。
で、これはウェポン。ムチですね。ブーツ、盾、グローブ、ヘルメット、お面。狐の面かなこれ。そしてリング。全身持ってるようだね、すでに。コントロールでスキルインフォ。レジェンダリー装備とか。多分スキルがついていてね。その内容が見れる。これついてるっぽいね。ネイチャーズリベンジスキルレベルプラス3。まあいいや。クローズ。ああ、済んでしまう。ゆっくり見れない。ポーズとか、これでちょっと見れる。ルートフィルダーはあるね、よく見ると。結構細かくこれ設定できるよ。長く遊べるようですね。アイテムレベルから何やら設定できる。リワードモッドってなんだ？アタックモッド、スキルモッド、リソースモッド、ミニオンモッド。どんどん攻撃だ。なんか武器がどんどんでかくなるね。気のせいか。よし来い。ワーデンだ。お、なんか回ってるけど体に。体力全然減りませんね。飛び道具打ってきてる。スキル使おう。これ時間かかるな。はじめ負け戦かな。であるならば早く負けた方がいいなこりゃ。さあ負けてしまったが、拠点かな。アドバイス、クエスト、実績的な話かこれは。どんどん広がっていくんでしょうね。あとはお店かな。ギャンブルができる。しかし現状何も持ってないからな。スキルはなんだ。スキルツリーか。タレントツリー的な。ビーストマスタースキルポイント取りましたね。テイミングにハンティング、アバターズ。アバターが召喚系でいいのかな。割り振り、これで割り振るんだ。あとアルティメットがあるっぽいね。パッシブもあるけど、これはデフォルトかな。他には装備品2つ持ってるけど、これを身につけろと。やっぱさっきのは超強い装備をね、多分もらっての負け戦と見たね。これはミニオンダメージアップ、あとコールドダメージ。これは盾かな。ウッドンシールド。スタッシュ、ここにアイテムが預けられます。ここでフォレストで冒険に出んのかな。ディフィカルティマイルド。で、これが難易度上げられるのかな。スクロールスピード。そんなのあるんだ。これは面白いね。なるほどね。で、お金がかかるのかな。スクロールスピードを上げることで、より早くね、ゲームクリアが可能になる。新しいモンスターレベルが上げられる。これは戦利品が良くなるんだろうね。いいね。というわけで、フォレストから行きましょう。アイテムフィルター、設定できますよと。さあ、待てよ。手裏剣。RB の技。これ。全然使えないよ。連打できない。で、なんか女神像、スピードアップ。なんだどうなってんの今。どうなってるかわからん。これにアクセスすると多分なんか、バフを得てますね。この女神さんみたいな。釘みたいなの飛ばしてるけど、合ってんのかなこれ。で、倒すことで、ジュエルみたいのが入手してんのかな。それにより、レベルが上がる。もしくはスキルポイントを得てるかもしれない。パッシブ用の。たまになんか BGM はなるんだけど。どうなってんだ。何の音なんだ。お、スキルポイント入手した。お、忙しい。画面が慣れるまでは。まあ、慣れたら問題ないんだろうけど。次は、さらに、道を選ぶのかな。左は、コープス。マップの特性も書いてありますね。蜂が出る。真ん中はビレッジ。村？トレジャーがある。ネズミがいる。真ん中行ってみようか。ここが街なのか。お、これ何これ。あ、凍ってるんだ。おー、すげえすげえすげえ。面白いな、このゲーム。新しいし。これなんか、宝石みたいなのあるけど。ダメージ受けたかな。画面に挟まれそうなのがいいね。敵が強くなってきましたね。一番左は性能がいいのかな。取りましょうか、手裏剣。次は何かな。クラフター。お、なんかクラフトしてくれんじゃないの。いなくなった。クラフター。右はスペシャルイベントクラフター。行ってみようか。で、これなんだこれ。入ってみたら、これがスペシャルイベント。なんだこれ。真ん中なんだ。左は鎧っぽいし、右はお金っぽいけど、真ん中、リングかな。もしくはイヤリングか。あ、リングでしたね。全部取れんのこれ。そういうことか。鎧。あとお金かな。お金かと思いきや、鎧が出てきた。さらに武器をしてる。いや、武器じゃないのかこれ。敵なのか。倒すことでなんか得られるのか。やられた。やられた。さあ、志半ばでやられてしまったか。あれリバイブできた。できたっぽい。まだ続けられるっぽいよ。リバイブ条件なんだろうね。背景に引っかかる。しかし、まだ復活できるぞ。そうだ、回復忘れていた。LB でしたね。もう一回リバイブだ。あれ
リバイブ選んだらどうした？ファンドアイテム、こんなに拾ったの？マジで？あ、ここで売れるのかな、不要品を。そういうこと？何が不要だかわかんないんだけど。これレアリティかな？あ、そういうことっぽいね。いや、現状まだ売らない方がいいんじゃないかな。装備揃ってないから。これドーンするとどうなる？今多分ギブアップ選んじゃった？お、クラフターがアンロックされた？拠点かな？あ、それっぽいね。うん。で、インベントリーは持ってますね。装備はどこであんの？クラフティングは何できるんだ？これか。モディファイアを加える。追加性能を加えるかな、一つ。あと、リロールアイテム。どれか能力。すべての性能をリロールかな、これは。プラス1カオスってなんだ？あと、ゴールドの他に、エッセンスっていうのも使うらしいね。エッセンスがこれか。カオスが増えると、どうなるんでしょうね。クラフトするために増えていく。で、これはもっと、モディファイアの数値の変更ができる。で、アイテムレベルが上げられるか。どっかで行き詰まった時とかね。最後の最後。エンドコンテンツ。もしくは、レジェンダリーとか、特殊な装備を入手した時。そこで用いるんでしょうね。で、装備品はどこで？あ、これか。エクイプメント。早速装備しよう。レアリティでそうと。こんなもんか？これが売っちゃいますかね。アクセサリー枠は、首輪かもしくは、リングかみたいな形なんだ。その割には、相当はなってないな。で、売りたい場合どっちだ？これは移動しなくても画面クリックでもアクセスできるっぽいね。スタッシュに入れたアイテムはどうなるのか。他のキャラでも使えるのかどうか。違うキャラ用の装備がね、出てる感じはするから。使えそうな感じはするけどね。今んとこやっぱり蓄積はこれされてますね。ネクストスキルポイント。あと装備品か。ちょっと違うキャラ行ってみるか。ニューキャラクター。チュートリアルスキップしよう。他キャラのアイテムは入ってますね。スタッシュに。しかし現状の装備画面が見れないから、何を取り出したらいいか。頭、手袋、ブーツ。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。